どうも、小型水槽大好きカプラです。おはようございます。今日はこんな感じの円形小型水槽を立ち上げたので紹介します。この水槽は二酸化炭素なし、水替えなし、ポンプと小型ライトだけで稼働する放置水槽です。いわゆるローテクタンクって言われているもので、多くのテクノロジーを導入しておりません。今7ヶ月維持しています。直径23センチ、深さ10センチの小型のボトルの中では、川で拾ってきたエビやタニシを飼っています。水替えもしないので、大きな変化も特になく、この水槽の中だけゆっくりと時間が流れています。苔掃除もこの7ヶ月間一度もしてないですね。多分光量設定や飼っている生態の量がちょうどいいんだと思います。今日はこの小型水槽の立ち上げから7ヶ月維持し続けている現在までを振り返って、一体どんな管理をしているのか、どうやって立ち上げたのかを紹介したいと思います。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは、忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。2024年8月17日にこの水槽は立ち上げました。最初は砂利だけで立ち上げようと思っていたんですが、形のいい流木を手に入れたので、流木と砂利を組み合わせた小型水槽を立ち上げます。使ったボトルはこちらです。IKEA のシリンデルです。価格が税込み2990円です。1個2990円ではありません。こちらの3個で2990円です。ガラスポットや花瓶のようなシリンダーを買おうとすると結構いい値段がするんですよ。それこそ1個2000円を超えるものもあります。アクアリウム専用のものになると3000円近くするものもあります。そんな中でこのガラスポットは3個で2990円です。しかも税込みです。重なった状態で売っています。非常に軽くてこんな感じで片手で持てるガラスポットです。3種類の大きさのポットが入っています。透明度も高くてとても綺麗です。今回使ったのはこの円筒状の大きめで高さの浅いボトルです。大きさの感覚としては手で持った感じ、このくらいです。裏面には IKEA のシールがついています。曲げガラスなのでフレームもなく、ガラスポットらしい全面ガラスの綺麗な加工になっています。アクアリウム以外でもコケリウムの寄せ植えとかフラワーベース、エアープランツを置いても可愛く仕上がりそうなボトルですよね。私はアクアリウムに使いたいのでフィルターがセットできるかが重要なんですが、こちらの世界最小外掛けフィルターもしっかりと取り付けられるのでバッチリですね。これだけで水槽が管理できちゃいますね。小型の外掛けフィルターってストレーナーの長さがネックなんですよね。ストレーナーが長すぎると石組みレイアウトができなくなったり、ソイルに給水口が刺さっちゃったりするんですよね。このフィルターは深さ8センチの水槽までなら使えます。こちらのガラスポットは深さが10センチあるので2センチ余っている感じですね。ソイルや砂利を敷いても干渉しなそうですよね。流量も1時間に250リットルあるので水の循環としては優秀です。USB タイプのフィルターです。本体はかなりシンプルなのでろ材を入れられる量が少ないです。使うろ材は後で考えようと思います。さて、レイアウトに取り掛かっていきます。こんな感じの流木を用意しました。この形を生かして水槽の縁に引っ掛けてレイアウトをしてみます。もう一本大きな流木もボトルからはみ出させてワイルドな感じでレイアウトします。フィルターが隠れていい感じです。使った流木は
ジェックスの天然流木シリーズの M サイズですね。低床に使う石は溶岩砂利を使っていきます。あまり細かい粒を今回は使わないようにします。大きさ的には1センチから2.5センチの溶岩砂利です。チャームで購入するときは溶岩砂利 L サイズというものを選んでください。今回は物理ろ過をフィルターで、生物ろ過を底面の砂利で行おうと思っています。多少はフィルターでも生物ろ過を期待できますが、最も効果的なのは低床剤による生物ろ過かと思います。ここで細かな砂利を使うより大きめの多孔質砂利を使うことでバクテリアの繁殖を促してきれいな水を長期維持できるように考えました。溶岩砂利 L サイズは本当に大きくて、エビや魚の糞が低床の隙間に溜まりやすくてヘドロとなります。それが生物ろ過として効果を発揮するのでおすすめです。さらに溶岩砂利 L サイズはアヌビアスなどの陰性水草を活着させるにも使えるサイズ感です。いろんな用途があるので1袋買っておいてストックしておくのもいいと思います。薄く砂利を敷いて大まかなレイアウトが完成しました。水の流れとしてはこんな感じです。ボトルの後ろに配置されたフィルターの水が流木の通る V 字ラインを通って手前から左右に分かれてフィルターに戻るようなイメージで水流を作ってあげます。皆さんもイメージできたかと思います。それでは水草の植栽をしていきます。流木にウィローモスや陰性水草を巻きつけていきます。まずは流木に丁寧にスプレーをしていきます。完全に乾いてますから、このウィローモスやアヌビアスを取り付けてしまうとあっという間に乾燥してしまいます。2分ほど置いておくと水が染み込んでくれました。モスは適当にくっつけていきます。糸で巻くのは手間がかかるのでモビロンバンドで巻きました。モビロンバンドは透明のゴムみたいな素材のバンドです。3ヶ月くらい水の中に入れておくと自然と劣化して切れるのでピンセットで取り出してください。さて、大きい方の流木には私のお宝ファームのブセファランドラとアヌビアスをつけていきます。これはタッパーで保存したゴミのような小株を5年くらいかけて育てたものです。いい感じの形とサイズのものを選んでいきます。結構こんもりとした感じのアヌビアス7プチがありますね。レイアウトに映えそうです。全部使うか分かりませんが適当に見繕ってみました。川で拾ってきた苔もくっつけてみようと思います。この流木はあまり上の方までモスをつけても水中から飛び出して乾燥して枯れてしまいます。ウィローモスをつけるのはほどほどの場所までにしました。留めたのはモビロンバンドを使って留めました。この上にアヌビアスをつけていきます。アヌビアスを直接流木に取り付けるよりウィローモスの上に取り付けた方がなんとなく予後がいい気がしています。仮に水が蒸発して水位が下がってもある程度はウィローモスが水分を保ってくれます。またアヌビアス7にとっての栄養を保ってくれるような場所にもなります。今回のレイアウトではソイルを使わない予定なので水草にとっての栄養は魚やエビ、貝による糞になります。その糞がウィローモスにくっついてたまるとそれはアヌビアス7の栄養源になります。ウィローモスがアヌビアス7にとっての土壌になるというわけですね。アヌビアスは葉だけではなくて根から栄養を吸収してくれるので根っこを大事に育てていきます。さて、流木の水草植栽は終わりました。配置を考えてみましょう。はい、これで決まりました。アクセサリーとして隙間にブセファランドラを敷き詰めていきます。
もともと溶岩砂利の上で培養していたので、根っこが溶岩砂利に張り付いたままレイアウトに使えます。はい、ここでソイルを使います。溶岩砂利だけでこの水槽を構成しようと思ってたんですが、やっぱりソイルを入れちゃいました。これはサプリソイルだった気がします。すみません、よく覚えてないんですが、サプリソイルだと思います。陰性水草を育てるのに、水中に少しずつ養分を垂れ流そうと思っていて、それでサプリソイルを選んで使ったと思います。砂利だけでやろうと思ってたんですが、ここで急な方向転換ですね。すみません。とりあえずちょっとでもソイルを入れておけば、液肥の添加とか面倒な世話をしなくても済みます。なのでソイルを入れておけばいいということです。あとは ADA のリシアストーンだっけな。それとも純の苔テラリウム用のコンペイ石だったかなと思うんですが、平らな石を使ってブセファランドラをくくりつけていきます。ここではモビロンバンドは使わずに接着剤を使いました。普通にダイソーで売っているジェルタイプの接着剤です。水と反応すると白く固まるシアのアクリルレート系の接着剤ですね。これを隙間に置きました。こんな感じで完成です。適当に水を入れていきます。カルキが抜けてすでに温まっている水を入れてあげてください。水槽の水でも前日にバケツに溜めておいた水でもどちらでもいいです。仕上げにヤシャブサの実を浮かべておきます。これは近所の公園で拾ってきたものです。水を弱酸性にすると言われています。ひとまずはこれで完成です。次にフィルターのセッティングです。使うフィルターは世界最小外掛けフィルターです。深さ8センチの水槽でも使うことができるので、今回使うボトルにぴったりです。延長ストレーナーもついてるんですが、今回は浅いボトルなので使いません。使ったフィルターはアクアプレフィルターです。洗って何度も使えるフィルターで透水性が良くて、ヘドロがある程度積もっても目詰まりしません。その一方、このハニカムメッシュにより汚れは確実に吸着してくれるものです。それを適当な長さに切って切れ目を入れてフィルターにセットしました。ストレーナー用メッシュフィルターをつけて完了です。呼び水機能はないので、水をスポイトで入れてスタートします。しかし水がうまく回りませんね。ちょっとフィルターを詰めすぎたようです。一回取り出して水を入れてフィルターを回転させます。この状態でアクアプレフィルターをセットし直しました。今度は大丈夫そうですね。蓋をして完了です。どうでしょう。いい感じに水が循環してそうです。最後にライトのセッティングですね。使ったライトはアクアフレアミニ7です。ウィークアクア製のライトです。このライトの大きな特徴は照射矢を可変できるスポットライトということです。使う電源は USB 電源です。照射角度は5度から60度で限りなく狭くもできますし、広くも照射できます。ライトはアプリにつないで調光タイマー機能がついてます。このライトは2色の白色チップがついていて、その配色を自由に変えられます。あったかい暖色系のホワイトと寒色系のホワイトがついてます。現在の設定はこんな感じです。暖色系のホワイトカラーである WW を 8%、寒色系のホワイトカラー CW が 9% で合わせて使用電力 17% に設定しています。トータル光量が400ルーメンのライトなので60ルーメンくらいですね。めちゃくちゃ弱めに設定しています。それを9時間点灯しています。この状態で7ヶ月維持した様子がこちらです。
かなり光としては暗めですが、水草たちは生きてくれてますね。一応 ppfd を測っておきましょう。水面でこのくらいです。部屋の明かり込みですね。ppfd が30くらいです。水中で一番遠い場所でも ppfd10 くらいです。これだけ光が弱いとさすがに苔も生えません。事実このボトル7ヶ月間一度も苔掃除していません。中にいるタニシのおかげでしょうか。川で拾ってきたタニシが数匹住んでいます。あとは南沼エビが2匹住んでいます。あまり姿を現さないレアなエビなんですが、色が真っ黒な南沼エビです。その子も川で拾ってきたエビちゃんですね。流木につけたビローモスはいくらか枯れてしまいましたね。流木の乾燥の方が強かったです。3ヶ月くらい前に気まぐれに入れたハイグロフィラピナティフィラの水上葉が何度か生きてますね。右の流木にカビのような白い色が染みついていますが、これはずいぶん前からこの色になって、それから増えていないのであまり気にしていません。ボトルの底面にはタニシやエビの糞か何かの堆積物が溜まっています。水替えは一度もしておらず、このまま維持しています。いい感じにバクテリアが機能してそうですね。フィルターはアクアプレフィルター、このスポンジを洗いました。水替えせず足し水だけで管理しています。陰性水草たちはところどころ葉っぱが穴開いているものもありますが、大きく溶けたり枯れたりしていることはなさそうです。それなりに育っているといった感じですかね。エアコン管理をしているので水温はあまり気にしていません。気になる方は 10W の小型ヒーターを入れてもいいかもしれません。7ヶ月経ってモビロンバンドはすっかり切れていますね。ピンセットで取り除いてしまいます。上から見た感じが結構綺麗なんで、メダカとかベタなんて入れたら綺麗そうですよね。皆さんならこの水槽に何の生態を入れますか？今回はここまでです。また見てやってください。